こんばんは。こんばんは。今日は緊張する初めてだね、こういうなんかちゃんと喋る動画を撮るのは。改まってで、いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。今日はいつもの Vlog 動画とかそういう動画と違くて今更自己紹介動画を撮りたいと思います。1年越し。はい、1年結局やってきてまだちゃんと自己紹介をしたことがないの。なんなら最近見始めた人とかはどっちがヒコさんどっちがユッキーさんみたいな可能性もあるから、そこも改めて説明してこっちがこっちだよっていう視点で動画を見てもらいたいなっていうことで、今日は自己紹介動画を撮ります。よろしくお願いします。お願いします。どうやって自己紹介動画を撮るかって言いますと、基本情報的なものをAI に出してもらったんですよ。で、ゲイカップルの2人が自己紹介をするってなった時に50個の質問を50個そう50個の紹介項目を作ってって言って出してもらったの。そしたらなんと素晴らしいことに10個ずつカテゴリーに分けて考えてくれたんですよ。天才ですね。天才ですね。これに沿って僕たちの自己紹介をしていきたいと思います。はい。いいですか、準備は。はい、お願いします。もう結構サクサクいく感じになります。はい。50個もありますからね。さあ、これ編集も大変だと思うけど頑張ります。頑張ってください。じゃあ早速いきます。はい。まず1つ目。いや、こんな進み方じゃダメだね。まず1つ目ですからね。終わんないね。名前、ニックネームですね。はい。僕がヒコです。僕がユキです。身長が高い方がヒコ、身長が低い方がユキって思えた方が一番多分小雪で覚えてください。いいんだろうけど、まあでも説明の仕方としてはね、そんな感じになりますよね。はい。過去の動画を遡ったりしても身長が大きい方がヒコ、身長が低い方がユキ。基本車を運転してるのがヒコ、わかりやすいね。基本助手席なのがユキ、はい、みたいな感じですかね。で、基本的にこのチャンネルは僕視点というかヒコ視点の動画なので、動画の中で僕とか出てくるのは基本的にヒコです。年齢です。年齢どうなんですかね。そうですね、アラ30でございます。アラサーティー、アラサーゲイカップルでやってるんで、一応アラサーでいきますか。すっごく広く範囲で、はい、アラ運動でね。もしかしたらライブとかで言ってるかもしれない。そうだね。はい、年齢はアラサーでございます。出身地、今住んでるところじゃなくて出身地ですね。出身地は神奈川です。はい、ゆきさんは神奈川、僕は東京都です。関東。2人とも近めです。はい。仕事職業、僕は会社員現いろいろな職業を転々としてきたので、今現在会社員。はい。まあ一応会社員。そうですね、一応会社員。2人とも一応会社員でございます。会社に勤めておりますので、一応会社員でございます。詳細は聞かないでください。はい。はい。続きまして、性格を一言で表すと。めんどくさです。マイナスだね。明るい。はいはいはい、明るい。そうだね。健康。一言じゃない一言じゃないけど性格じゃないし。でもそうだね、健康だね。あんまり病気しないからね。健康、明るい。性格健康。僕の一言はですね、明るい、短気、細かい、まっすぐ、まっすぐ、神経質、几帳面みたいな、そんな感じですね。お互いの第一印象、変な人。これいつも言う。はい、変な人。イケメン。付き合ったきっかけ。せーので言う。同じ言葉は出ないかもしれないけど。付き合ったきっかけ。せーの。僕のワンピはい。ですね。きっかけはもうそれだよね。で、付き合った日覚えてる？日。記念日が付き合った日でしょ。9月26日。正解。よかった。交際期間。7年目。7年経過をしないね。今7年目ですね。はい。2018年の
9月26日から付き合ってますで7年目になったところですね。はい、ここまで基本情報です。はい、続きましてカップルとしての話です。AI やりよるね。こんなすごくないです。付き合うまでのエピソード。付き合うまでのエピソードってなんか難しいね。一番話したいやつじゃん。まあそうだけど、猛アピールだよね。そうだね。とりあえず付き合うまでって言ったらあれだけど、交際までは4年かかりました。はい、まずは僕の一目惚れから始まりまして、で出会ったのは、4月とか2月とか1月とかなんか年の初めの方だったんですよ。だけど初めて遊ぶまでに半年後ぐらいだったかな。でもその時からもう僕はもう一目惚れで好きになってたんですけど、でそこから遊んで押しかけに行く日々が続いて、家にね。そうそれでもう4年近く片思いをしてたんですけど、ゆきさんに彼氏がいましたんで当時。それでなんか僕も遠慮しがちではないねではないね。ずっと僕はもういい加減にしてと拒否って言いましたからそう、彼氏がいたんですけど遠距離をしてたからそれはチャンスだと思って、その遠距離恋愛を邪魔しないように密かにこう押しかけに行ったり。でもそのゆきはもう全然もう彼氏なんてもう別に今付き合ってる人が終わったらいらないしとかって言ってる感じだったんですけど、なんかいつの間にか別れてたんだよねそうだね。そう、出会って3年後ぐらいの話なんですけど、そこまでいろいろありましたよ。もちろんいろいろあったんですけれども、もしかして別れたっていう話したら別れたってなって、じゃあ付き合おうよってなったんだけど、いや付き合いたくないって言ってきやがって付き合わなくてもこの関係が続けられるんだったらいいやって思って、なんらあんま変わらないスタイルでね、そうだね。遊んだりとか普通に家に行ったりとかっていう生活をしてて、いらないよとかって言ってたんだけど、それから3ヶ月後ぐらいに一緒に住み始めて、半ば強引にですよ、一緒に住めればもう付き合ってるみたいなもんだって思って、そこから半年ゆきから付き合おうって言ってくれたんです。この関係を説明する言葉がもう見つからないから付き合った方が話が早い。それが付き合った決め手ですか？そうですね次の質問、付き合った決め手だったんですけれどもこの関係に説明ができないから付き合ったってことですか？はい、ずっと一緒にいて何なんだろうこれはみたいな関係性をどう説明したらいいんだ、じゃあ付き合った方が話が早いかが決め手です。はい、だから僕は片思いをずっと4年間してて、でもうしょうがない付き合うかって言って付き合ってくれたっていう感じですねはい、その決め手がこの関係の説明をするためひどい話だ。お互いの好きなところ、社交的、人とのつながりが広い、そこにおいでよって誘おうとしてくれるところが それで友達の輪も広がってるからすごいなって。好きなところ、顔でしょ。言ったら何でもやってくれるところ、器用だったりとか、人のことをね考えることができる結構周りをしっかりと客観視してね取りまとめたりすることができる。あとは誰にでも同じように接する、です。お互いの苦手なところ、苦手そうだね、苦手っていうかな、多分柔らかくそうだ言ってくれてるね短気というかそんなんで送っちゃいますかって思っちゃうことはある。そうだね、苦手なところ、嫌なところはそれこそ外ではいい顔するのにうちではあんまりちゃんとしてないところ嫌いっていうかちょっとイライラする、それによって怒っちゃうみたいなのはよくあります。喧嘩することはある？喧嘩しかしない。はい、喧嘩しかしてませんVlog はあんななんか綺麗に整ってるかもしれませんけど、結構喧嘩します。動画撮ってる間に喧嘩してることもありますご存知の方もいるかと思いますが、動画の映ってないところで喧嘩したりしてます。2人の関係性、役割分担などだって。役割分担？で家事は基本的に僕がやりますね。掃除、洗濯、掃除がメインか。洗濯とかはもうお互いに休みの日やるようになったし、あと整理整頓とかは僕
ご飯を作るのも早く帰った方みたいなところがあるんで、基本的に僕がご飯を作ってる。お風呂掃除だけは僕やりません。そこはゆうきにお願いします。なんかわかんないけど、世のイメージで言うと、お母さんお父さんみたいなあ、そうですね。感じかね。ゴミ捨ても積極的にやってくれるし。簡単なやつ。そう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 。運転は僕。もろもろの家計管理も僕。あれ、俺何もしてないかも。なんか胸張って言えることは。作る。何を？ベッド作ったり。ああ、DIY とかのね、作る系。あんま何もしてません。いっお揃いのものはある。ぱいあるね。うん。靴、指輪、あとはマグカップとか、カトラリー系とかはお揃いだし。今はもうちょっとボロボロになって捨てちゃったけど、帽子とかもあったし。あ、そうだね。洋服とかはお揃いが結構あったりするしね。お互いのもの見たりもするしね。そうだね。オーバーサイズ目のものとかはね、見たりするし。初めてのデートの場所。超覚えてないかも。どれがデートかわかんないよね。友達から入っちゃってるからね。そうだね。2人で初めて遊びに行ったのってどれだろう。思い出せる。俺も。けどこれ初めてっぽいなみたいなの思い出せない。全然楽しそうじゃなかったやつ。思い出したでしょ。場所はちょっと覚えてないけど、うん、アニメ制作なんとかあ、違う。それよりお前に面白くなかったやつあるじゃん。夜のドライブで。あ、それもそうだけど。めっちゃある。いや、付き合ってからの初めてのデートは付き合った日が鎌倉だけは自信持っていい。そうだね。そこは自信持っててほしいかな。覚えてません。思い出に残っているデート。何回も行ってる鎌倉は大きいかな。そうだね。何回も行ってる割にいつがどれかは分かんないけど、内容は覚えてる。確かに。まあ、あとは旅行は結構いろいろ思い出が残ってるよね。お互いに第一印象と今の印象の違い。変わってないかも。変な人。今の印象で言うと、当時はもっとしっかりしてる人だと思ってたからかっこいい先輩みたいな感じだったから、それで言うとまあ素がいろいろ見れるようになってそうじゃない印象も増えたかなって感じですね。続きまして生活スタイルです。同棲している？それとも別々？ご存知の通り同棲しています。なんなら落ち立ててます。同棲歴で言ったらもう7 7年目なんですね。でもまあその前から家に押しかけに行ったりしてるから9年8年ぐらいかもしれません。家事の分担どうしてるはここに質問ありました。あら、改めまして掃除、ご飯、洗濯、お風呂掃除、ゴミ捨て、たまにご飯。ベースはここですかね。休日の過ごし方。これはお互いのっていうよりは2人のかな。僕は休日編集したり、またはドラマが好きなのでドラマ見てます。ゲームしたり、なんかちょっと余裕があったらパソコンとか iPad 持ってカフェ行ったり。そうだね、外で作業するの好きだよね。そうだね、集中できる。それしかやることなかった。2人の休日になると基本的にはお買い物デートが多いので、なんかショッピングモール行ったり、IKEA 行ったり、コストコ行ったり、もうそれがデートみたいな感じになってるよね。まあ、あとはどこどこ行きたいねっていうところがあったらそこを目的地にしていく。基本家にいることよりも外に出かけたい派だよね。そうだね。2人で休みの時ってね。何する？久しぶりに休み会うね。どうする？そんな感じですね。寝る時のポジション。右左とまあそうかな。右左かな。この並びで寝てます。そうだね。今これベッドです。あと正確に言うと背を向けます、私は。そうなんですよ。僕はこうじゃないと寝れないので、仰向け派、横向け派で。そう。横向いた時にここに人がいたりとか物があったりすると苦しくなっちゃうから、だからこっち向いちゃうね。なんか昔は俺こうやって寝たかったの。こうやって。だけどこれだと鬱陶しいって言われて、当時はこうやってやられてたの。けど俺はこれすごい寂しいから嫌だよって言うんで、もう絶対に俺が寝るまでは
この状態にしててねって言ってたんです。だけど最近はもう俺がこの状態で寝れなくなっちゃってこの状態じゃないと寝れないからおやすみよいしょってするようになりました。たまにねそのまま寝れる時あるんだけそうど、俺がそのまま寝れないから寝るまで待つんですよ。そろそろ寝たかなーっつって。だから昔よりは背中を向けられるようになってるでしょ。そうだきっと。うんあ、料理はどっちがする？先に全部言っ答えちゃうちゃうね。二人ともしまーす、はい。けどなんか強いて言うなら僕はよくある料理、名前のある料理。レシピ本とかに載ってるような料理が好きというか、レシピ本に習うタイプで、ミキは独自料理、創作料理創作料理っていうのかなっていう、そんな大それたもんじゃないけど、あるものでこんな風の味付けのものが食べたいなうんうん。で適当に作る。すごいよね、味をさ想像するよね。想像ってほど大したもんじゃないけど、ネギ塩系か焼肉のタレみたいな味付けか、ちょっと中華っぽいとか洋風とかざっくり、そうだね、そんなイメージ。お味噌とかマヨネーズとかも使ったりとかする。創作だね。2人のルールはある？ルール2人のルール絶対こうしようね、約束だよみたいなこと。ルールかわかんないけど、いってらっしゃい、おやすみ、ただいまは基本チューする。習慣的な感じだよね。そうだよね、日課。しなきゃダメってわけじゃない。逆になんかしないってなるととはなるけど、そうそう機嫌悪い。そう、そのキスで機嫌を伺うっていうところもあります。あるね。そのチューがなかったら怒ってんのかなみたいな。あと他にルールあるかな。そんなにないよね。ルールっていうルールはないです。はい。日課があるですね。お互いの朝と夜のルーティン。朝なんてもうないね。トイレするぐらい。仕事行く前とかだったら結構ギリギリまで寝ちゃうから、そうだね。起きる、トイレ行く、着替える、ゴーみたいな。そうだね。ルーティンはないね。夜のルーティンはでもルーティンなのかわかんないけど、化粧水とかはしっかりやるし、結構入念にやるもんね。そうだね。いいとしないで。ね。でもルーティンっていうかさ、帰ってきてからのあれで言うと、もうお風呂入ったら2人ともスキンケアして、そこからご飯準備して、食べ終わったらコーヒー飲んで、うんうん。そこまで含めてルーティンなのかな。一緒にやって楽しいことありますか？やって楽しいこと、うん。まあゲームも料理作るのも楽しいね。あ、そうね。うん、一緒にね。ね。DIY ベッド作ったりとかして、うん。楽しかったし。そうね。俺買い物かな、一緒にやって楽しいのは。買い物。あ、もうゲームとかも楽しいんだよ。もちろんもちろん楽しいんだけど、トンって出てきたのは買い物かな。最近2人でハマっていること。最近2人でハマっていることか。昔はね、あつ森とかそうだね。ゲームとかだったけど、最近俺がそんなんじゃなくなっちゃったし。ないね。ないね。で、逆に今自分がハマってることは？ゲームはもう一生ハマってるから、ハマってるじゃないね。AI、あチャット GPT とか画像生成とかで機械がどんどん発達していくのをこの手元で確認できるのが楽しい。確かにそうだね。ネットで調べるより AI に聞いた方が早かったりとかするからさ、うん最近便利すごくありますか？なんか最近ハマっていることでしょ。ドラマかな。あ昔のドラマを見漁るのが最近ハマってるか今もね見てるの。な。この間まで見てたのは今日は会社休みます。綾瀬はるかと福士蒼汰のやつ。山崎賢人を好きになった弱くても勝てますっていうドラマも最近配信されてるから、それも見てるし、あとは今リアルタイムでやってるアンサンブルドラマです。ドラマにハマってますね。昔からずっとハマってんだよね、ドラマは。一番好きなドラマは上野ですかね。ずっと言ってんね。旅行の計画は立てる派？行き当たりばったり派？立てる派なんじゃない？立てますね。これはもう立てます。行き先から行きたいところまで結構ちゃんと考えますね。プランニング。僕ら旅行の醍醐味はやっぱりお宿だと思ってるもんね。
だからお宿を絶対に最優先してお部屋とか料理とかそういうのを最優先して場所を決めて、そこから周りしてあげて、お宿さえ良ければもう最悪ずっとお宿でもいい、ほんとそんなレベルで旅行の醍醐味は宿。 LGBTQ についてです。はい。カミングアウトしてる？せーの、してるになるかな。みんな知ってるから。みんな知ってるし、親にもね、家族知ってるし、自分から言ったわけではないけどみんな知ってるから、まあカミングアウトしてるに入るんじゃないかな。そうだね。周りの反応はどうだった？自分から言ってないからもう知られてたから、言ったタイミングでどうこうがなかったからな俺は。でも逆に言ったらさ、知られてたけどさ、突っ込んで来られるような人じゃなかったじゃん、けどさ、もう突っ込んでも大丈夫な次元にさ、なったじゃん、っていう意味で言ったら周りの反応的にはさ変わったよね。カミングアウトした時の反応じゃなくて、そうだね、自分が前より聞かれやすくなった。でもそういう話も普通にできるようになったよね。そうだね。昔はカミングアウトもしてないし、どっちなんだろうって思われてたから、多分ゲイだろうな、でもどっちなんだろうな、聞けないよなっていう周りが多かったけど、今はもうそんなこと全くないもんね。もう普通に家のことも話すし、仕事のことも話すし、どういう反応だったっていうよりは話しやすくなったんだと思う感じかな。家族の反応はどうなの？あ、そうなんだ、そっかそっか、普通に受け入れてくれたよってことです。そうだね。僕もそうですね。自分の親に話した時もカミングアウトのきっかけとしてはずっと言ってこなかったんだけど、なんか一緒に住んでるタイミングで自分の親が家に遊びに来て、でその時いなかったんだけど、その時指輪してたんだよね。一緒に作った指輪してて、でその指輪どうしたのみたいな、で今いい感じの人いるのみたいな話になって、あ、いるから今一緒に住んでるんだよっていうのがカミングアウトの第一声かな。友達とかはもうその前からしてたんだけど、親にはそのタイミングで言って、でもやっぱ彼女いるのって聞かれるのと、いい人いるのって聞かれるので全然違くって、で俺はもうそのいい人いるのって言われた瞬間もういるよって言ったら、あ、そうなんだみたいな話になって、でもまあそんななんか惹かれるとかもなければびっくりはしたのかな。でもなんか、あ、そうなんだねみたいな、でもなんかちょっとテンション高そうな家さ、まあ覚えて、あ、そうなんだみたいな感じですかね。だから悪い反応ではありませんね。LGBTQ についてどう思う？僕はね、もうね、好きなようにすればいいと思うみんな。なんか簡単な言葉にしてしまうけれど、こんだけ多様性とか LGBTQ とかレインボープライドとかそういう言葉が広まってメディアでも取り上げたりしてるのに、法律的に何も変わってないのは許せないけど、俺的には。けれども自由にするのはもう人それぞれの自由だから、それに関してはもう好きにすればいいと思う。でそれにとやかく言うんだったら言えばいいし、嫌なんだったら嫌だけど、もう言う人は言うじゃん。それはもうしょうがない話だから、その価値観はもう押し付けないで、それで生きている以上そういうのは付きまってきてしまう。そういうじゃない環境で過ごせる未来を信じてそうやって生きていくしかない。ただ法律とか同性婚とかそういうのに関してはちょっと矛盾じゃないとは思うかな。どうですか？すごくいい意見だと思いますありがとうございます。あなたの意見を聞いているんですけれども、それぞれ一人一人のその価値観というか LGBTQ 当事者だったりそうでないストレートの人だったりもそれぞれに思うことはいくらでもあると思うけど、思うのは勝手だけどその価値観は押し付けないでねって感じ。もう気持ち悪いって思うんだったら思ってればいいけど言わなくていいし、そんなこと思わなんてなんて理解がない人なんだって思うのも違うし、そこも交わらないから無理だよって。自分の価値観は自分の中で留めておいてくださいって感じですかね。そうだね、自分はもう当事者だからってのもあるかもしれないけど、誰がどんな価値観だろうとマジでどうでもいい人だから、そこも埋められてるって思っちゃう。主張しすぎる人も同じ当事者とはいえち
ちょっとどうかなって思う時もあるし。そうだね、それこそ賛否両論あるかもしれないし、これはもう個人の意見だけど、よくニュースとかでもさ、同性婚を認めてくれないとかでこうデモしたりとか訴えたりとかしてる人いるかもしれないけど、そうやってやるのは自由だけど、そうやって思っている人が全てじゃないよっていうのは思う。そういうニュースが取り上げられたりすると、やっぱり LGBTQ の人ってみんなそうなんだみたいな印象は持たれたくないかなっていう、同性婚したいなとか結婚したいなって思ったりはするけれども、でも今もう法律が認めてくれないんだから、それはもうしょうがない。だったら結婚してるみたいなことをしてるだけでも全然いいじゃんみたいな現状はそうかな。語ろうと思ったら語りきれないからこれぐらいにしておくけど、ライブの方がいいかもしれない。そうだね、これに関してはちょっと難しい。 LGBTQ がどうこうとかじゃなくて、本当に人それぞれ価値観違うんだから、そのくくりで一緒にしないでねっていう感じ。そうだね、人それぞれ、やっぱり人それぞれこれからの社会に期待すること、期待するっていうか願望としては、一般的な結婚してる人たちと同じ待遇というか、そういうのがあったらこっちはすごくありがたいかなって感じですね。僕の意見で言ってしまうと、男でも働きたくない人だっているし、男でも主婦やってたい人だっているし、家にいたい人だっているし、じゃあ異性と結婚して専業主婦やればいいじゃんっていう話にもなれないわけなんだから、そういうのは視野を広げて、あ、そうだよねって思ってほしいかな、社会に。そうすれば扶養に入るようになったりとか、集中治療室入った時の立ち会いとか、そういうのも多分今もまだ認められてないのかな。病院によって違うのかもしれないけど、そういう大事な問題に関してはしっかりと社会的には良くなってほしいなっていう感じ。重要なことは重要視してほしい。2人の関係について親は知ってる？知ってます？知ってます。ゲイカップルとしての悩みや課題、考えたことないな。そんなにない。むしろなんかいいことの方が多いなとは思うけどね。ゲイカップルだから公衆浴場だって一緒に入れるし、一緒に買い物して同じ服着れるし、別に外でも手つなげるし、ゲイカップルのよくある悩みみたいな悩みはあんまりないかもね。意外とないかもね。課題は何だろうね。老後まで支え合うことが課題です2人にとって理想の未来像。理想の未来像っていうか、ちょっと夢としては第二のお家を建ててみたいなっていうのはあるかな。家に興味を持った時にすぐ買っちゃったから、もっとこうしたいよね、もっとこうできたよねっていうのは山ほどある気がするし、2人の趣味とか好きなものもだんだん一緒にこうなってきたから、その上でもっといいお家を建ててみたいなっていうのはあるし、のどかなところで暮らしたいっていうのはあるかな。今現在現状でこれからの貯金だったり、今現在暮らす部分のお金だったりとかの不安がやっぱ多少なりあるから、そういうのを気にしないで、世の中のすごい楽しそうなおじさんおばさんおじいちゃんおばあちゃんみたいな、本当にニコニコしてる近所のおじちゃんおばちゃんみたいになりたい。これ今不安がいっぱいあるからさ、年も年だし、その不安がなく幸せに過ごしたいっていうざっくりな理想像。あと僕は結婚式をしたいかな。それは理想です。 LGBTQ イベントに行ったことありますか？あります。日本で同性カップルとして暮らすことについてまだまだ困難はたくさんあると思いますが、我々は今こうして幸せに暮らしているので、住む地域にもよってまたいろいろ違うとは思うけど、幸せには暮らせます。はい。海外と日本の違い。海外にね、あんまり行ったことないっていうのもありまして、タイとかそういうところはすごく受け入れられてる国だと思うんだけど、でもそうじゃない国の方がなんか意外とほとんどっていうのをこれなんか知って、そんなに違いはないのかなと。ラスト10問ですよ。楽しい質問系です。最後や楽しく終わりましょうね。どっちが甘えん坊？せーの、はい。ですね。どっちがツンデレ？せーの、はい。2人の共通点と違い、結構あります。
多分楽しいことが好き、ゲーム好き、まあ、料理もできるし、共通の友達が多い、動物が好きとか子供が好きとか結構共通点はねあるんですよ。逆に違いと言ったらなんだ。性格の部分になってくるよねきっとね。そうだね、めんどくさがり屋、はい、めんどくさがり屋じゃない、すぐ怒る、すぐ怒らない、怒る、怒られるみたいな、本当そういう内面的なところは真逆かもね。友達としては結構同じ価値観だけど、カップルとしては真逆の価値観みたいな感じかもね。それがいいのか悪いのかは分からないけど、うまくいってます。デートでよく行く場所、せーの、鎌倉思い出の場所なんで。どっちがサプライズ好き？せーの、はい。サプライズをされなくても怒るぐらいですもし1日入れ替わったら何をするだって。高いところのものを取るありますか？仕事する。ああ、なるほどね。仕事が楽しいっていうのは聞いてますので、その仕事をやってみる。お互いに一番感謝していること。今で言ったらその家を建てようってなってから家のこと全部こうやってくれて、今こんな立派な幸せなお家に暮らせてるのは彦のおかげだなっていうのがすごく大きいですね。一択だよね、俺は付き合ってくれていてありがとうあんだけ喧嘩したりとかいろいろ言ってるのに付き合ってくれてありがとうだねこればっかりは。もし結婚できたらどんな式にしたい？わあ、もうこれはありすぎるな。1日じゃ足りないかもやりたいことが溢れちゃってる、でも一番の理想はあれじゃない？感動的なもう綺麗な結婚式っていうよりはもうパーティーみたいなイメージの方が理想なんじゃないかな。楽しくみんな飲んで騒いで、まあお祝いもしてもらってみたいな。あとはいろんな人に感謝したい。感謝するシチュエーションをたくさん作るかも。足りないよね。3回ぐらいやらないとダメかも一個一個全部事細かく作りたい。それこそちっちゃな招待状から何から何でもいいや精神ではなくこだわりたいかな。衣替えじゃないのでお色直しとかお色直しとかもしたいです。2人の関係を一言で表すと、せーの、友達以上恋人以上。友達からの延長だし、まあ、ただの付き合いたての恋人よりも深い仲にはなってるでしょっていう意味で。兄弟とか言った俺がなんか恥ずかしいでしょでも言いたいな、そういうこと。最後です。はい、視聴者に伝えたいこと。まずはいつも見てくれてありがとうございます。よろしくお願いします。そうなるよね。まあいつも見てくれてありがとうございます。まあ、1年経って去年の1月に誰にも教えず自分の身内なしでチャンネルを作って動画公開して始まった男2人と猫1匹だったんですけど、そこから半年後につゆちゃんが来て男2人と猫2匹になってここまで1年やってきまして、チャンネル登録も2500人を超えました。ありがとうございます。最初は本当にどういう動画にしていこうかなとかいろんなことを考えながらやってたんですけど、でもやればやるほど分からなくなって、自分が送り出したい動画を作っていたらこんな感じの動画がたくさん出来上がりました。僕は同性カップルが幸せに暮らしてますよみたいな Vlog をお届けしたいだけっていうスタンスで始めてるので、そんな気持ちでみんなも温かい目で見守ってくれてるのがひしひしとコメントを見て伝わっておりますので、本当に感謝しています。でゆきもコメントは読んだりしているし、なんなら俺以上に結構しっかり読んだりしているので僕たちはその愛をいただいてこれからも頑張っていきたいと思っていますので、今後とも応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。猫2匹のプロフィールはいいですか？こっちがこのたんです。僕らはこのたんって呼んでますけど、このはです。こっちがつゆちゃんです。このはさんは今10歳です。10歳です。つゆちゃんはまだ1歳になってません。はい、10歳差で
こんなに仲良くなるとは思いませんでした。チャンネルの紹介文にも書いてある通り、小野田さんはおしとやかでまあけなげなメス、寛容で、つーちゃんはやんちゃで好奇心旺盛の女の子です。こんな家族4人で暮らしておりますので、これからも応援よろしくお願いします。ということで今回は50個自己紹介の動画撮影しました。いかがだったでしょうか。今更の自己紹介ありがとうございます。ひこです。ゆきです。はい。背でっかい方がひこで覚えてください。ちっちゃい方がゆきです。ゆきです。でこれからもいろいろな動画を上げていこうと思っているんで、たくさんコメント、いいねお待ちしてます。お待ちしてます。どしどし。なのでまた次の動画で会いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。ここもうあれだ。サンキューウォッチになっちゃった。はい、ありがとう。Back to LA, it's so hard to stay and rest in one place. Yeah, but I see what you don't. We'll wear